デコポンがなったんで。甘すぎない食べやすいクリームに仕上がって、フルーツが引き立つようになった。クリームがめっちゃ美味しいです。うまっ。今まで食べたやつ一番美味しい。ありがとうございます。300個ぐらいですかね。もともともう前日には切ってあって、フルーツも切ってあるんですよね。今日3人来ますね。みんな主婦なんで、おしゃべりも好きだし、おしゃれも好きだし。じゃあ楽しく。そうなんです。いつも楽しく。いつも通りでいいですよね。全然いい。全然いつも通りです。誰クリームする？エコさんか。じゃあエコさんします。はい。変色するからバナナだけは当日に切ってます。茶色くなる。あと桃も今日から始まるけど、桃はバナナよりも変色が早くて、みんなもうこの時期ヒーヒー言いながら早く早く。多い時だと何個作るんですか？多い時1000個とか。そんな。もう来月これが待ってます。1000個が。1000個が待ってます。だってほらこの日みんなフル出勤やったやん。もうシフトも作ってフルで。
まだデコポンが待ってたんで。パイナップルもある。本当ですよね。でもなんか大丈夫そうな。そうなんですね。意外。意外だ。桃はどこ県産とか決まってるんですか？決まってはないんですけど、愛知県の大和スーパーさんから仕入れ取って、そこの人が実際に市場で食べて仕入れ取るから、もう絶対的な信頼があって、これはプロに任せれます。ピークになってきたら、はいめっちゃ降るんですよ、桃さんの。そしたら多分桃の皮剥くだけで終わる人が一日がですか？おったよね、確か。おらんだっけおったよね。桃の皮職人が。桃の皮しか剥いてないって。出してほしいです。もらいます。端っこ切ってしまった。すみません、ここ足してもらっていいですか？はい。はい。ちょっとかいいな。うん、いいんですよ。状況次第で。クリームってこだわってるところって何かあるんですか？なんかクリームってなんか甘いイメージがあるから、最初すごい甘く作っとったけど、ショートケーキぐらい甘い方がいいんじゃないかってやったけど、やっぱ甘すぎてなんかフルーツの味が全然感じられないみたいな。クリームの甘さが勝ってしまっとったから、それを和らげるためにマスカルポーネを入れたら甘すぎない食べやすいクリームに仕上がって、フルーツが引き立つようになった。なんか私ね、
皆さんは何きっかけでここで働き始めたんですか？お、聞きましょう。ハンバーグです。だったんですね。何？ハンバーグかな。そういうのじゃなくてさ、そういうのじゃなくてさ、そういうのじゃなくて、働きに。もっとあるやろ。私なんかお菓子作り好きなんですけど、なんかやっぱりそういうお菓子とかそういうフルーツとかなんかそういうお菓子っていうのをなんか仕事に就きたいなと思ってて、はい。でたまたま探してる時にここ見つけて応募させていただいた感じですかね。そうだったんですね。みんな子供いるので、はい例えば体調不良とかの時も、はいお互い様みたいな感じで助け合えるのもいいかなって。確かに。皆さん楽しく和気あいあいと。そう、仲いいです。やっぱり。公園でやっぱ遊ばせないと。最初なんかもう感覚で、あ、このぐらいこのぐらいって感じでこの濃度決まっとったり、それは良くないってなってちゃんと測って毎回均等に作れるようにして、オレオ最初これ挟んでなくて、もっとオレオパンが欲しいなーってなって行き着いたのはこれ挟むやつなんですけど、挟んだら挟んだでこのようにパンをそのまま乗せるとクッキーって乾燥してるじゃないですか。その部分パンも硬くなってしまうから、この上に栗もちょん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 って乗せていくんです。試行錯誤の上。そう、これ本当にそうなんです。だからもううちだけうちだけ。味が出とる。可愛くなった。ちゃんと断面に置けてれば綺麗に出ます。なんかございますか。たまにおらんがですよ。なんでって。せっかく置いたのに。そう、ここ消えたって。ロゴマークのこれ、はみかんのヘタ、まあ、フルーツのヘタっていうか、い。イメージしたデザイン。そうですね。いろんな意味が込められてます。他にはどんな意味が込められてる？名前がシュシュだから、はい。髪の毛のシュシュもあるし、これ自体がお腹いっぱいになってこう寝っ転がってる、ワーンってなったりした。これを作ってくださった方がそう言ってました。すごいいいねそれって。いいですね。はいぎっしり。あ、父だった。これはオーダーかなんかなの？これ今季初のアメリカンチェリーを
入手したので、ちょっとだけでもチェリータルトをやりたいなと思って本当に少しだけオレバナに作ろうかなと。うん。めっちゃ美味しそう。新鮮。溶かすだけの。まだだ。今日も密着2日目よろしくお願いします。そうですね。なんとか。なんとか間に合いそうですか。見えそう。今もう7週か8週ぐらい、毎週土曜日に注文してくださる方がいて、すごい。そうだからこれって10回目になんかプレゼントこっそり入れといた方がいいかなって思ってる今。本当はなんか7回目あたりこれ入れとこうかなってちょっと入れたんですけど、いや、なんか7回目ってすごい微妙だし、10回行ったら入れとこうかなってこっそりおまけを。こっそりでも常連さん嬉しいですね。そういう楽しみが実はありますよっていう、でも10回も注文した人じゃないと味わえない味わえない幻のおまけが。でも今日雨は降らなくてよかったです。なんかまだ降ってる。雨で中止になったことがあって、もう準備したのに作ったのに。そう、うちのやつはもう日期限が短いから、いやそんな
次の日に持ち越しとか言ってもイベント用に作っとるから結構あるし、どうしようどうしようってなって、はい、インスタで中止になりました、こんだけいっぱいあるからまとめて何個で売りますってやったらすごいお客さん来て、もっとショーケースいっぱいに入ってたんですけど、それも裏の在庫分もほぼ売れて、すごいでもお客さんもなんか大変だったねみたいな言ってくれたりして、本当にありがとうございますってお客さん。丸々フルーツが入っとって、その迫力がすごいってなって、これをやってみたいって試作始め、でもやるにしても何も分からんし、会社の社長さん相談したら、場所が空くからここでやってみたらいいよって言ってくれて、そこからが始まり。みんなして手伝ってもらって、めっちゃ試作して、めっちゃパン食べてもう市場にも行ったり、大和スーパーさんに行かせてくださいって言って見させてもらって、でいろいろ改善しながらやっと販売って感じです。なんか最初は本当に店長としてさせてもらっていた。そこから独立して。そうです。もともとそこの社長さんにもいずれ独立はしますっていうふうには言ってて、当時やっぱフルーツサンドは珍しいし、コロナっていうのもあってテイクアウトできる移動販売っていうのが多分すごくハマって、最初すごいバーンって、あれは一人では絶対にできなかった。なんかすごい感謝。富山県のもう端から端までツアーしますみたいな感じで、すごい。あの頃こそ結構ヒーヒー言ってました。今だいぶ一人でできるようになって落ち着いて、ここかな。ここですかね。だけどどうやって入るんやろ。旗にしようか、こういう横断幕みたいな。幕にしようか。でも雨降るから旗の方がいいかな。
写真撮ります。やります。ありがとうございます。よろしくお願いします。キックオフのお時間となります。9回目、すごい嬉しいですね。次何入れてあげるか考えとこう来週だな。スピンブーングーストリバウンドもう一度タローカモングッショータローグッショーナンバー50アイアムグッショー育ちょありがとう。そしてエリア行きましたチーム欧州じゃあ桃が3つ。もう3つで。もう3つ。はい。グッショーそして今日は桃買おうと思ってあ、一番美味しそうだから。一番美味しそうです。 30円買いはい。大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。さあチーム太郎決勝進出を決めたところで続いては準決勝第2チームデンのスタートでしたうまっ。今まで食べたやつ一番美味しい。勝った方が決勝進出何もおるやん。この試合終了後決勝の前5分まで試合最高に美味しいです。さあ準決勝第2試合スタートヤミーです。ありがとうございますさあ彼の復帰ボールさあフィッシュありがとうございます。3対3新鮮のポイントクリームがめっちゃ美味しいです。グラダンブロック最後って聞いてたんですけど、すごいクリームと酸味が、いちごの酸味がすごいちょうどいい感じです。パンがもちもちで、なんかいちごもすごいジューシーで美味しいです。4対4そこもあって皆さん盛り上がってまいりましょう差し入れ。今日うちの盛り上がりあと県外行ったりもしてます。大きいイベントとか。そうですね。例えばサンドームでやってるクリエイターズランドっていうオリジナルの商品を出せるところですごいめちゃくちゃ店舗来るんですけど、ここに来月にするとか、上越とか金沢とか行ってます。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。サンドイッチ切る。ありがとうございます。サンドイッチ切る。サンドイッチ。ありがとうございます。ありがとうございます。サンドイッチ切ります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃないから楽しかった。あ、本当ですか？よかったです。本当に私も楽しかったです。よかったです。一日フルーツサンド屋さん体験。レジまでしてもらって。
ざいます。お願いします。これは、うちで一番定番のお菓子で、おかみサブレっていうサブレになります。おかみインコの形をしたくるみ入りのサブレです。1センチぐらいあります。1センチちょいぐらいです。くるみをローストして、ペーストにしたものをたっぷり練り込んで使ってるので、なんかこうサクサクホロホロって感じです。もともとおかみサブレのお店として始めたので、これが一番うちで大事なお菓子です。バターがたっぷりで、卵は黄身だけ使ってて、お砂糖はきび砂糖、無添加の材料で作っています。私がオカメインコを飼っていたので、鳥の形のサブレを焼いて、でオカメインコみたいにほっぺをつけたら可愛いんじゃないかと思って考えたのが始まりで、それを趣味で焼いたりはしてましたけど、まさか仕事になるとは思ってなかったです私が飼ってたオカメインコで、名前がキビっていう名前だったから、お店の名前もキビズベイクショップにしました。お砂糖もきび砂糖なので偶然ですけど2つの意味になりました。全然お菓子作りとは無縁で過ごしてて、お菓子屋さんになりたかったとかもないし、お菓子作りが趣味だったとかも本当ないんですよ。ただおかめサブレだけはなんかたまに作ってて、それでも本当に年に1回作るぐらいだったんですけど、ある日突然なんかこれを売ってみたらどうだろうみたいになんか思いついちゃって、でやったんですよね。でその時はコロナ禍だったんで通販から始めて、意外と注文が来たりなんかして、すごいなんか面白いと思っちゃって、自分の作ったものでみんなが喜んでもらったり、なんか反応がダイレクトにもらえる、なんか今までそのお給料もらって生活したことしかなかったから、なんかすごい初めてそういう感覚を味わって、なんか自分のしたことがこんなになんていうんですかね、誰かに喜んでもらったりってことあるんだなって思って、でそこからですね、かなりの勢いでお菓子屋になって、でもまだお店できた時もほぼおかめサブレしか作れない人だったから驚かれるんですけど、そこから本当にもう勉強してやりましたね。タルトとかスポンジとか。タルトは季節のフルーツでいつも作ってて、今は桃で作ってます。その時一番自分が仕入れられる美味しいフルーツで作ってます。少し前はブルーベリーだったんですけど、これは自分で農園までお邪魔して摘んでました。すごく美味しいブルーベリーでみんな喜んでくれてよかったです。
れはうちのお店にしかないですし、もう私はおかめサブレがなかったら何かで独立しようとは思わなかったと思うから、人も含めて好きになってもらえたら嬉しいお菓子ですね。これはお客様が作ってくれたおかめサブレです。そうなんですか。はい、おかめサブレキャラクターっぽいところがあるからすごく愛されてみんな絵描いてくれたり、なんかこう刺繍してくれたり、すごく嬉しいです。カスタードの低い温度で焼きます。しまっておきます。やっぱり一番思い入れがありますか？そうですね。このお菓子がなければ自分の仕事を作ろうとは思わなかったので、このおかめサブレちゃんがみんなを知ってるお菓子になったらいいなと思って、おかめサブレならみんな知ってるってなったら嬉しいなと思います。きちんと袋に入れます。通販の時はもうおかめサブレだけで、お店ができた時もまだおかめサブレしかできないような人で、お店できちゃってオープンするぞって頃にようやくって言ったら変ですけどいろいろ作る猛勉強を始めて、すごかったですね。でも最初の1年はもう夢中すぎて、もうなんかお店にずっといたので、楽しすぎて全然疲れなかったです。修行とかはしてないですけど、とにかくいろんなもの食べたり、何回も作ったり、本をいっぱい読んだりはして、今のようにどれを食べても美味しいって言ってもらえるようになりました。通販を始めたのが2020年なので、そこから数えると5年以上経ってます。お店始める時にはもいお仕事辞めるっていうのははい決めてたんですか？通販始めた時はまだ辞めるとか本業にするなんて思ってなかったから仕事してたんですけど、でもやっぱ基本的に幼稚園って副業とかできないのですごい悩んだんですけど、自分の仕事ってこういう感じなんだっていうちょっと衝撃的なぐらい面白かったからやりたくなっちゃって思い切って辞めたんですよね。悩んだんですけど、寂しくなるなとか思いながら辞めたんですけど、でもやっぱりお給料が入らなくなるっていうのをあんまり分かってなかったというか、やる気が先走っちゃって、3月末で退職して、あ、そっか私もうお給料って入ってこないんだ、どうやって生きていこうって思って、通販だけだとまだまだ生活できるほどは稼げてなかったから、店もないし毎日おかめサブレを自転車に積んでいろんなところで行商して歩きました。誰もいないような川辺に立ってたりとか結構人気のないところに自転車止めて佇んでたら、なんか売ってるのっていう感じで結構話しかけてくれて、いついるかも分かんないのに毎回来てくれる人とかもいたりして、生計が立つようになってきたんですよね行商と通販で。今も結構この近所に住んでる子どもたちが多いので、誰か買い物に来てくれたり、保護者の方が来てくれたり、先生方が来てくれたりします。
電すら残して自転車で帰ったりしてたから、店の近くに引っ越したいなとか思ってたんですけど、今はあんまり思ってなくて、その30分で結構気持ちが切り替えられたりするので、今のままでもいいかなって、近くに住んじゃったら本当に帰らなそうだなとか思ったりするので、それが別になんか苦じゃなかったというか、1年目は本当に楽しくって、こんなに喜んでもらえてうまくいってると思ったから、すごいもう体の疲れとか一切感じずやってましたね。でもやっぱり2年目ですごく体壊しちゃって、そこから健康的に続ける方法をすごい考えて今やってます。営業日をギュッと減らしたり、同じ仕事は同じ日にまとめてとか、お菓子食べて美味しいなって思える自分でいないとなって思ってます。健康は誰でもあるもんじゃないから。ひびちゃんがお菓子の道に進めてくれたんですね。そうですね。喋ったりしてましたか？いや、しなかったですね。よく泣いてましたね。でも結構お店にも、うちにも鳥飼ってますとか、文鳥がいますとか、オカメがいますとか言われて、そうするともう仕事そっちのけで話し込んじゃって、写真見せてくださいとか言って。散らして食べた時になんか甘いだけじゃなくてちょっと強い酸味が混ざるのが面白くて、こういう風にしてます。隠し味っていうか仕掛けみたいのが好きですね。家帰ってから寝るまで自由時間ってちゃんとありますか？はい、ちょっと運動してから帰ったりすると、ご飯食べて、なんかその日のなんかこうニュース見たり、ちょっとぼーっとして、お風呂入るの好きだから絶対お風呂ためてゆっくり入って、マッサージチェアがあるんですけど、家にマッサージチェアに座ってあーって頭を空にして寝ます
早い時は6時前には店に着いてて、午前中にはあらかた終えて3時ぐらいに帰るとかが理想なんですけど、なかなか終わらないと9時ぐらいまでになっちゃったり、それでも前に比べたら全然良くなったなと思います。ずっといたので、家にいる時間が14時間とかで、家にいる時間が本当に短くて、最初の1年だからテンション高くて全然大丈夫だったんですよ。で2年目に全部出たんですよね。体力も気力もないみたいな日々が結構あったんですけど、やっぱそれだと続けられないから、本当に心を入れ替えて生活を全部見直して、そしたらなんか続けられそうって思いました。結構無理してた時はそんなにもう長くできないんじゃないかなとか思ってたんですけど、時間を短く切り上げられるようにいろいろ工夫したら、なんか別にまだまだできるんじゃないかなって考えが変わったので、本当良かったですその働き方改革と同時に健康第一を掲げて、もう全部変えました。睡眠もすごく時間長くしたし、早寝早起き、ご飯も食べるみたいな無理しないと続かない仕事なんだったら、多分何かが間違ってるんだから、もうそれは諦めた方がいいなっていう考えに変わりました。今の感じなら、まだまだ頑張れるぞっていう気持ちになったのが一番本当に良かったですね。頑張ったの。開けてからがめちゃくちゃ大変でしたお菓子が作っても足りないとか、お客様いっぱい来てくれて、作るのが1人だから追いつかなくてっていう苦労の方が多かったですかね。やっぱりお菓子の作り方も今より定まってなかったから、何やろうとしてもとりあえず失敗してたし、お金も借りずに最初は自己資金だけでやりたかったから、あとは自分でできるとか自分でやりました。焼くのが好き。持っていきますね。お店が開くまでの時間も通りかかる方がいるので、少しお菓子を焼きたてのとか出しとくとオープン時間に来てくれたりするから、そういうワクワク感をしてもらいたいから、なるべく見せる時間を長くしてます。避難し方にそのまま乗せたりすると、なんかすごく美味しそうに見えて、カチカチと。
は自分の好きな味になってるかですどれも全部自分の好きな味で作ってるから食べ出すと止まらないのがちょっと困ってますけど。結構ちょろっと入れるとよいしょ。最近必ず平日1日は休めるので、もうランニングしたり美味しいもの食べに行ったりで終わりますねあと整体行ったり三大趣味のランニングか筋トレか部屋の掃除のどれかをじっくり行って、なんか美味しいもの食べに行ったりしていいですね。イギリスのお菓子でちょっとしっかり固めのバタースポンジ生地を真っ二つに切ってそこにバタークリームとジャムを挟むっていうお菓子なんですけど、ちょっとアレンジしてジャムを季節のものに変えたり、夏はバターじゃなくてクリームチーズに変えたりとかしながら何かしらいつも作ってて、私は好きで作ってたんですけど、初めてこのお店で食べて美味しかったって言って楽しみにしてくれる方が多いです。1月に結構10回ぐらいしか空いてないですけど、平日もほぼ毎日仕事には来てて、仕込みと製造と通販に追われています。ここを押すと取れるっていうのを最近知ってあ、取れるとか引っこ抜いちゃった毎回引っこ抜いちゃった
季節感も出しやすいので、中のジャム変えたりとかで。結構中に入れるものによって全然表情が変わるので、ベリー系挟むと赤くて可愛いし、ブルーベリーだった時はなんかこう色が紫色で、それも可愛かったです。冷やし甘酸っぱいリンゴとちょっと濃厚バター、はい、美味しいですこれを並べて10%。毎回不安なんですよ。でも今日こそ誰も来ないんじゃないかっていう感じでいつもすごい不安になるんですけど、そんな気はないので今のところそうよかったってなるんですけど、毎回なんかやっぱ心配ですね。なんか
毎週とか定期的に来てくださる方ばっかりで、結構駅からも距離が少しあるし、わざわざ来てくれてると思うので、みんな他になんていうんですかね、他になんかするようなとこじゃないから、だから来てくれた方にはできる精一杯のなんかこう楽しんでもらって帰ってほしいなって思ってます。お店が可愛くしとくのとか、綺麗になんかこう飾っておくのとかもなんかその一つで、なんかお菓子の味だけじゃなくて、なんかここに来ると楽しいなってなってほしいなって思います。いろんなお菓子に使ってます。すごく美味しい。前の日にあげるようにしてて、今週のラインナップで予約とかいただけるので、ゆっくり来てもらえるように。すみません、フランボワーズのおかめまだいます？いるんですよ、じゃあ2羽。お願いします。はい、一じゃあ、話。ありがとうございます。モノタルトが1つと、イタリアスコーンと、美味しい。今日はですね、桃のタルトとビクトリアスポンジと、それからこのおかめサブレのボックスと、それからアールグレイのサブレですね。あと、フランボワーズのおかめも。どれから食べるか決まってます。やっぱりあれですね。今日はタルトからかな。美味しいですね。やっぱりなんかこう生地自体がすごく美味しいので、何を食べても美味しいのもあるし、季節ごとにその具材が変わるものとかあるので、タルトとかビクトリアとかそういうのがまた楽しみで。まとめしています。ありがとう。もう一回行かれるんですか？そうなんですよ。ちょっとまあ一応ヒロいつもありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。またお待ちしてます。桃のジュースを配ってて、よかったら飲みながら見てください。はい。なんか締めようです。あ、そうです。こっちが2000円で、こっちが2100円っていう差です。試食用紙が。おかめサブレ試食いかがですか？通常のおかめサブレ2つ、はい、桃のタルトが1つと、広島レモンのサブレ。お待たせしました。
入れづらくはなるかな。あ、これはいけそうですね。これね、こうお持ち歩きってあれですかね、持参する感じ、宅急便とかじゃない。あ、そう大丈夫かな。レモンも入りまして、2個ぐらい入るかな。あ、なんか全然ありですね。はい。はい。大変お待たせいたしました。またお越しください。どうもありがとうございます。ショップのお店はわざわざ来てもらうような場所にあるので、お店に来る道とか、なんかこう少しで着くなとか、可愛いお店とかを想像して、楽しい時間がお家から来てまた帰るまでずっといっぱい続くように考えてて、お菓子が美味しいのとかは、当然なんですけど、なんかそれ以外のところにお店の個性が出るような気がするから、喋る会話とか全部含めて今日できる最大限楽しんで帰ってほしいっていつも思ってます。に DJ の樋口大二さんもライブ MC 役、関西では12月12日金曜日から先行上映がスタートします。それでは2月19日もこれは生キャラメルを作ったものをカットして冷凍してるんですよ。中身結構一緒だとね、味がずっと同じになっちゃうんで、できるだけ中にいろいろ食感とか味変わるように。メニューは季節で変えたりとかされるんですか？そうですね。定番が6種類ほどかありまして、であと季節ものがフルーツが多い時期だったり、今の時期だったらやっぱり栗とかお芋とかいろいろあるので、多くて3、4種類季節ものが出たりしてますかね。一年中あるフルーツとかもあったりとかするんで、ちょっと結構難しい。このオムパンの生地に合うフルーツっていうのを探すのもなかなか大変で、出産する前は、また仕事できたらいいなとか、こう接客だったり物を作る仕事だったりっていうのはやっぱりずっと高校卒業してからそういう仕事しかしてきてないので、やっぱり好きだったんで、出産はして落ち着いたらやっぱりこういう飲食に携わる仕事はしたいなと思ってたんですけど、お店をするとかはちょっと考えてなくって、その当時一緒に仕事してた人ご夫婦がパン屋さんをオープンされたので、近くで子供を保育所に預けれるようになったらちょっとパートっていう形で手伝ってくれへんかみたいな感じで声をかけていただいて、生地を作るとかはしないんですけど、お菓子でやってきたことのちょっと延長線上みたいなことをやらせてもらって、もう9年ほどですかね続けてたっていう感じですね。したいなと思う気持ちと、無理やろなと思う気持ちと、子育てが最初の半年ぐらいはすごいちょっとしんどい気持ちになってたので、そこからちょっと浮上して子育てがすごく楽しくなってきて、もうなんか十分かなっていうところとの毎日せめぎ合いを続けてましたね。お店の名前の由来とかってあるんですか？金がお金っていう意味で、
で時が時間なんですけど、日常のこうお金に換え難い大切な時間に寄り添えるお店であり続けたいっていう意味で金時っていう名前にしたんですけど、お店の名前自体はもう20、27、28ぐらいにはもうできてて、毎日めっちゃ忙しかったりしんどかったりするから、自分の店やったらこういう風な接客をするとか、自分の店やったらこういうのを出したいとか、そういう妄想でなんとかこう生き延びるというかで、主人と一緒に行ったり帰ったりしてたんで、その時にお店の名前先決めようやとかって言ってて、来てくれるお客さんがね集まる時間っていうのはお金には代え難いもんやから、やっぱそういうのに寄り添える店がいいよねっていう話をしてて、でそれが盛り上がってもう金時っていう名前になったんですけど、でいつの頃からかやっぱり出産してもう子育て追われてってもう日々のこと考えてたら完全に忘れててって感じだったんですけど、お店するってなった時に20代の頃にこう最初に思い描いた金時を形は違うけど、でも心づもりは一緒やからこのお店の名前でいこうかなって言って。やっぱりすごい一番人気ですね。10月ぐらいにはもういちごいつって聞かれるんですよ、お客様にね。でもやっぱり今どこのお店もフルーツがどんどん高くなっていってて、すごい仕事がしにくくなってるというかね、値段が高いまま高止まりのままちょっと行くかもしれないって聞いてて、でクリスマスのいちごも先週予約しに行ったんですけど、せっかくご予約いただいてるので、できるだけやっぱりいちごもりもりの方がね、やっぱりクリスマスって感じがして皆さん喜んでもらえるんで、なんとか頑張らないとなと思ってるんですけど。若い時に22、3ぐらいからちょっと飲食店っていいなと思い始めて、で将来いつかお店持ちたいなと思って、飲食の仕事をずっとしてたんですけど、勤めてやる仕事の方で結構しっかり充実した仕事をさせてもらえてたので、こう持ちたいなと思いながらもこうずっとお金かかるしとかこういろいろ考えとったら、こうどんどんそういう気持ちも薄くなっていってたんですけど、30代の時にその勤めてたお店でコンテストに応募したんですよ。料理人とかパティシエの人たちがこう出すってグルナビさん主催のコンテストがあって、でそれで日本一をいただいたんで優勝したんですよ。でその時の1年間で日系レストランとかのメニューグランプリとかそういういろいろ出させていただいて、日系レストランの方ではデザート部門の1位をいただいたりとか、ロコクリームチーズコンテストとかで決勝の7人の中に残らせていただいたりとか、結構いろいろした時のトロフィーがねお家にこう飾ってたんですよね。それを息子が「これ何?」みたいな感じで聞かれるようになって、私がこうお菓子を作ってる人だという認識がもうしっかり出てきた頃だったんですけど、5年生ぐらいの時の自分のヒーローは誰々だっていう英語の発表会があったんですよ。My hero is my mom って言って、で My mom is パティシエみたいな感じのことをこう単語で英語で発表するみたいな。で日本一にもなったんだぞ、すごいだろうみたいな感じのことを5年生とかになったらやっぱりスポーツ選手だったり芸能人だったりとかそういうところに憧れを持ったりとかっていうところが家族の名前を出したのはケンシ君、うちの息子がケンシって言うんですけど、ケンシ君だけでしたって言われた時に、この子の中では私はパティシエなんやなっていうのがふつふつと思い出されたというか、息子がそういうふうに認識している中で私は何も全然残せてないなって思い始めたのがちょっときっかけでは、それ以外にもなんかいろんなタイミングがあったんですけど、やっぱり一番の大事なきっかけはそれでしたね。やっぱりここで何か一つ自分たちの形に残ることをしないといけないのじゃないのかっていうのをもう毎日のように家にいてた暇だったので毎日のように言うようになって、ちょうどそういう時に息子のその話を先生から聞いて、やっぱりお菓子やろうと思って、でもう主人に学校でこんな風に言われたわって言って、でもそれやったらちょっと私本気出してやらなあかんかなと思うねんって言って、
お見せすることにしたんですよ。一元でこの店が来る。どうやって食べログで見たんじゃないですかね。これね岩塩なんです。あんバターなんですけど、有塩バターだけやったらちょっと塩気がちょっと足りひんかなっていう、なんか口に入れた瞬間にこう甘いとしょっぱいがちゃんと一緒に来る感じが欲しくて、男の人にはやっぱりすごい人気です。お客さんは常連さんが多いんですか？あ、そうですね。お菓子とかって嗜好品じゃないですか。なのでどっか持っていくとかそういう何かしらがないとちょっと難しいかなとは思ってたんですけど、だからこそちょっとできるだけ値段安くして手に取りやすいようなパッケージでっていう感じで考えてたら、ご近所の方とかがちょっと小腹が空いたからとか、お買い物の帰りに1個だけ買って帰ってくださるとか、そういう感じで本当に1ヶ月に2回3回っていう風に顔を出してくださる方がすごく多くて、孫が来るからとかちょっとお出かけするからとかって言って3つとか6個とか買って帰ってくださるんで、多分うちは常連さんって言われる方が本当に結構多いかなと思います。この形のパンケーキを出すって決まった時からもうコンセプトはもう絶対に普段使いのおやつっていうなんて片手で食べれて、年を召された方とか小さいお子さんとかが並ばなくても食べれるパンケーキっていうのをもうどうしても作りたかったというか、自分がお店する時はやっぱり間口の広いというか来る人を選ばへんお店がしたいと思ってたので。から焼き芋と蜂蜜バターはさつまいものペーストとカスタードを合わせたクリームです。芋といえば蜂蜜バターみたいな居酒屋メニューみたいになってるんですけど、食べた時に口の中でこう溶ける感じがねまた合うんですよ。お芋とこのパンケーキの生地と中に食感でホワイトチョコをこのクレープの生地をホワイトチョコでコーティングしたものも、なんか私がお菓子やって若い時ってパティシエさんが地位を向上させていってるこう真っ最中で、もう食べに行くってなったらやっぱりカフェよりパティスリーでもうしっかりしたこう宝石のようなお菓子をいただいて、シェフがやってる仕事とかを見るのがすごい私は好きだったんですけど、パティスリーが作るお菓子っていうのにすっごい憧れて、でもいつかこう作れるようになりたいなと思ってたんですけど、ずっと独学でやってきたから本とか見てもやっぱり本だけじゃ分からなくって、作りたいものがあった時は食べて作ってで失敗してをずっと繰り返してたんですけど、なんかその憧れが今でもあるから、ちょっとなんか1個ぐらいケーキっぽいの作りたいと思ってこうモンブラン作ったんですけど、これもすごい評判がよくって、毎年この時期になったらもうモンブラン楽しみにしてくださってお客様いらっしゃるんで、作ってよかったなと思ってね。AM 12月7日日曜の朝8時を回りました。 FM 町並から朝日は今日お送りしていますスーパータイムサンデー。ハマります。7歳かわいい
7歳で幼い男の子のピアノの発表会のその動画、そういうこうロシをやっちゃった面白い映像がバズってた子がいるみたいでね。お願いします。じゃあ中にお餅をザ和風で焼きたくて。人だけで山も出ますからね。はい。なので、一応グループ名とかバンド名、あるいはそのアーティスト自身の4231、顕微鏡で血液中の白血球を数えているんですよ。白血球が10月31日大阪でお問い合わせはそんないっぱいお客さんが来てくれるようなお店じゃないんで、数いっぱい売ってこう原価率を下げるっていうよりも、もうロスを出さないで原価率を下げるっていう方にこうどんどん気持ちがシフトしチェンジしちゃって、やっぱり今ね、フードロス自体もやっぱり問題にもなってるし、なかなか大変すごい厳しい時代やなと思って思って見てます。ひらがなに直して6文字です。何でしょうか。これで。あったかそうな着てるな。よかったね。あ、お母さん言ってるからちょっと待ってな。淡路島に今年は行けてください。だからちょっと曇ってますけど、ね。じゃあこちら4点でよろしいですか。かしこまりました。こちらはご自宅用でしょうか。はい。ではビニールの皿には入れておきますね。サンタパレードに参加して。すいません、商品崩れやすいのでお気をつけてお持ち帰りください。お待たせ。持てる？お気をつけて。持てるよ。持てるよ。ありがとうございます。あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあ金時上に軽く乗せてますので、すみません。寒い中ありがとうございます。お気をつけてお持ち帰りください。ではですね、そんなボンさんからいただいたリクエスト。そしてワニマのともに平気なふりを思った愛をもう純粋にストレートにもうめちゃめちゃいい卵を使ってないんですけど、ちょっとだけ卵屋さんの持ってらっしゃる卵の中でもランクが高いの、餌でやっぱり色味とかが変わってくるっていうことなので、ちょっと結構しっかり色味がつく。卵黄にちょっとコシがあるような感じ。なんかもうこの時点でちょっとね、美味しいのができそうと思ってワクワクします。冬場は特に鶏の親の方が餌もしっかり食べてくれるらしいんで、いい卵になるっていう業者さんからは聞いてるんですけど、そういう知識とかも教えてもらえるんで、業者さんから作ってる上では楽しいですよね。そうですね。作っておりました。
まあだから自分で打ち込みとかやるようになってからまた洋楽のいろんなでもきますね。最初にまあまあ変化が一発結構いいしたんで。キックだったらまだ3サッカーっていうね。そうそんな冗談も言ったみたいですけどね。でも本当に今年の見てるのを見てる。ああそうなんですね。聞いてお渡りしたいと思います。ご紹介お願いします。はい。それで女子52キロ級はアレンナが優勝しました。女子63キロ級は来年10月に行われる世界選手権の代表が確実となりました。以上、デッドラインニュースでした。本当に通りの後にこの時間目立った渋滞はありません。車の流れはスムーズです。エシカルカット、サッと、幸風秋の音楽ソングっていうのもなんかこう曲げ状になってるよね。でそれをこう割ってから茹でるというちょっと珍しい形状なので、このままずっと蓋したまんまだったら冷めた時にめちゃめちゃ絞っちゃうんですよ。なので一回空気抜いてで温度下げてでもう一回じわっとこう入れる。これも家で作ってる時にいろいろねやっぱり大失敗ばっかりしてたんで、ふわふわ感ってどうすんのやろうとか、もう一個作っちゃ失敗して一個作っちゃ失敗しての繰り返しだったんで、で銅板を店に置いてから試作作る時に家ではホットプレートで作ってたので全然上手に上がらなくってもう一回レシピを書き直して試作しないといけなかったりとか。なんか簡単にできるって思ってた自分を本当にあそうやなって思います。もうすごい大変やでって言いたいですね。すごい細かく手入れるんですね。食べたらね一緒なんですけどね、こうした方が美味しいやろうなって思う工程がやっぱりちょっとどんどん増えていくっていうか。本当に試作してる時はそんなにそこまでこんなに手間がかかると思ってなくってその時は10年ぶりにお菓子をしっかり作るっていう感覚にもなったんですけどやっぱり10年ぐらいやってないとどんどんもう忘れてるというかもうすっごい抜けてるんですよね。これはこうした方が美味しいやんななんでこういう風になってんねやろじゃあこうした方がいいやんなっていうのをどんどんこう思い出してくる。自分がやってた仕事をってなったらこんな工程が増えてってしまったというかでもまあねそれがね食べてもらった人がこう美味しいっていう言葉になるんやったらねそういうふうに言ってもらうための工程やと思えば。というわけでスーパーファンオリジナル情報をスタジオラスト完全なパーティー JO1 お送りしました FM ナショナルにスーパータイムサンデー時間がある間にリンゴのタルトと黒ランタンを黒ランタンが焼き菓子の中で一番好きかもしれない。あーわかります。美味しいですよね。ぬちっとした感じとね下のサクサクしたタルトの感じと黒ランタンで出そうと思ったんですけどやっ
ぱりフロランタンしちゃうと個包装しないといけないからフロランタンはせずに、でもどうしてもやっぱり食べたくってタルトの上に敷いて焼くっていう形を取ることにしました。本物のって大変ですけど、そのフロランタンとは違いますけど、でもこれはこれで美味しいって言ってくださってるんで、まあ良かったな。ストーリー展開されていくので、いろいろシーンをね思い返しながら、あ、この好きなシーンがミュージカルになるとこんな感じに伝えるんだと。プレーンベトナムプリンとプレーン、はい。とチョコ。チョコと、はい。チョコで。10日間食べ倒したら、もうほぼ何も食べたくないぐらい。ああ、そうですよね。このプリン一番好き。ありがとうございます。すみません。本当に。まだもうちょっとあるんですね。はい。B さんはさすがに寒くないかな。コンビニでなんかそういうのを食べたみたいで、生地が物足りんかったからお母ちゃんの生地でできるんじゃないって言われて、ちょっと言われたからやってみようかみたいな感じで、固めの合う食感にするのもちょっと結構大変だったんで2ヶ月ぐらい試作かかりました。こう負けたくない精神も出ちゃうというか、合格もらわなちょっと気済まへんというかすごいやんってやっぱり言わせないといけないというこう心理が。チョコバナナ、はい。お持ち帰りで、はい、かしこまりました。チョコバナナがビニールの袋で大丈夫ですか？すごい似てるね。嬉しいですよね、でもね。いちごで美味しい。いちご好きやから。そうやな、いちご好きやな。それ美味しいやろ。バタードーンって入ってるやろ。そのバターが塩気あって美味しいやろ。美味しかった？あ、よかった。やばい。美味しい。美味しいやろ。すみません、ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。またね。スカパラダイスオーケストラ47です。しかし肝心の隼人君は東大に合格したのでそっちに行くというそんな彼女のたくましい生き方に触れた本編に分けて描いています。今回は兄弟でサークル仲間になる先輩たちが靴を手に取ってみてください。売れている理由は読めば分かります。以上ね、かわいそう。まあグライの
はぐれてしまうとなかなかね。火入れた方がね、甘みが出るのと、あとやっぱ見栄えがちょっといいので、すっごい甘くなるんですよ。お客様感謝キャンペーン実施中。美味しく食べて、スタンプ貯めて、ここでしか手に入らない面白いオリジナルグッズをゲットして。なんて言ってたから、これなら私でもなんて思って。でももりもりすると置くとこにね、めっちゃ迷うんです。何乗せなくてもいいのについつい乗せちゃうから。2021年に、サウナの準備をそろそろ始めようということで、それがドラマの大役が決まりまして、この曲を聴いていただいて、それってもうコロナ前なんですよ。で、そのコロナ以降ってガラッと世の中買おうかなって思っちゃったぐらいのことなんですよ。いいですか。はい、曲紹介お願いいたします。追加で。ちょっと待ってくださいね。もり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 しすぎてね、ちょっと合うかな。やっぱりな。これどうしても乗せたかったけど、あれへんやろなと思いながら、ちょっとやめてしまったんですけど、やっぱり乗せたかったから乗せちゃった。この高さのある箱をやってるんですけどね、人間がガチャガチャしてるせいか、どうしてもね、もり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 しちゃうんですよね。いけました。いけました。はい、ギリギリいけました。この間のマルシェも雨の中ありがとうございました。ああ、いい。一応こんな感じでご用意させてもらってます。すみません。紹介させてもらいます。どうもわざわざありがとうございました。クリスマスのご予約いただいてるお客様に。もうまず徹夜ですよね。23、24が徹夜なのかな。なんかそうなんでした。まだ3年目なんですけど、やっぱり年々数が増えてきてて、で今年はもうちょっとだいぶ数が増えたので、できるかなと思いつつ、こっちももらいたいと思ってくださってるお客様がいらっしゃるんで、個数は少なくてもとりあえずお出ししないと。1年に1回やし、街もキラキラしてるしね、なると賑やかなものがある方がみんな喜ぶからね、頑張らないと。クリスマスのはい。ケーキとかは私はまたやりはるんですか？クリスマスのオンパンですか？はい、今年も3種類で、ティラミスとピスタチオと木いちごのオムパンとでいちごとホワイトチョコのオムパンの3種類でまた、はい、クリスマスご用意させてもらいます。店頭にも並ぶんですけど、もう数がそんなに作れないので、そうなんですよ、もうちょっとすぐなくなっちゃう。はい、もうあの時だけしかちょっと出さないので、はい、もうぜひともご予約ください。お待ちしてます。どうもありがとうございました。お気をつけて。で7キロの渋滞です。神戸淡路鳴門道は垂水方面に向かう上りの鳴門北インターと淡路島南インター。高校卒業してから今までずっと仕事をしてきて、仕事自体はしんどいんですけど、でもずっと嫌いじゃないとか、働くことが全然苦にならないというか、体力的にしんどいとか、いろんな場面で精神的にしんどいってことはありましたけど、息子生まれて赤ちゃんのとこにお世話してる時もずっと仕事を早くしたいと思ってましたし、働くこと
がやっぱり好きなんだなっていうのをお店を持ってより新たに実感したっていうところはあるので、多分誰かの役に立てる実感があるっていうことが好きなんだと思うんですよね。それがイコールこう自分の生活になって、その収入になってってなっていくことが楽しく過ごせてるんだと思うんですけど、できるだけやっぱりそういう気持ちで長く続けていけたらなと思いますし、せっかく八尾の上松町っていうところで縁があってお店を開かせてもらってますので、できるだけその上松町の方々に気に入ってもらえるようなお店が5年10年と続けていきたいなとは思ってるんですけど、頑張っていきたいなと思ってます。